はいどうもこんばんは、きつねです。今日はね、バージョン 2.12 で新しく追加された芸達者を使ったビルド、これを紹介していきます。この芸達者、猛撃または闇打ちで全ての暗具のクールダウンが3秒減少するというものです。これは区内回との相性が非常に良くて、区内回に討伐でクールダウン減少をプラス4秒をつけると、闇打ちをすると7秒クールダウンが減少するということになります。ですので、3体猛虎兵を倒すと、大体クールダウンが完了してしまうわけですね。そこで考えたビルドがこちらです。まず、太刀ですが、近接と奥義をつけています。これによって闇ガラス5の火力が槍鬼兵を一発で倒せるようになります。また白なぎなた鬼兵はだいたい2発で倒せます。ソロの終盤とかになると槍鬼兵がものすごい数が増えてくるんですね。一発で仕留められておいた方がいいと思いますので、私としては近接奥義、この鉄板のラインをおすすめします。で、さらに次に闇打ちの威力なんですが、これは2マスつけて致命傷をつける、これをおすすめします。これによって猛虎の槍兵が一発で倒せることになるからです。また巨体兵も一発で倒せるようになります。猛虎の槍兵だとか、巨体兵っていうのはものすごくよく出てくるのです。でそこで、この辺りの敵を倒せるようにしておくと、ものすごいクールダウンが早まります。さらに暗具の威力なのですが、暗具の威力は2マスつけることをお勧めします。これによって猛虎の弓兵が一発で格殺できることになります。区内回には大区内と印陣をつけていますが、これによって猛虎の弓兵がバラバラっとよく散らばって存在していることが多いので、乱暴に区内回を投げたとしても、もうクールダウンが一瞬で終わるようなそういったチャンスに恵まれることになりますので、そうしています。ちなみに犬相手だとミリ残しです。2発ぐらい当てないとダメということになるでしょう。クマも同じです。でさらに闇打ちをするので、煙玉をつけますが、これにもできる限りクールダウンを高めるべく討伐でクールダウン減少というものをつけています。そしてさらに、四角の護符には霧隠れ貝をつけています。この霧隠れ貝をつけることによって通常の霧隠れ、癒しですね、こちらをつけるんですが、霧隠れ癒しが2連続になって、非常に体力がよく回復します。闇打ちの威力も高いビルドなので、2連続の霧隠れというのは非常に強力です。でしかも闇打ちをすると、7秒区内回のクールダウンが早まるので、合計14秒クールダウンできると。はい、霧隠れ回を採用した理由3つぐらいにまとめられます。まずは天狗用ですね。それから体力1だよと、ミリ残しの状態からでもだいたいね、霧隠れ癒しを2発も連続で出せればですね、大幅にもうフル満タンの状態に戻れますので、体力が非常に安定します。これが理由の2つ目ですね。で3つ目はさっき説明した通り、クールダウンが14秒も増えるよというところでしょう。そして最後に腰袋です。腰袋をつけた意味はこの閃光玉にあります。当初鉄ハウか閃光玉か迷ってたんですが、鉄ハウだとですね、猛虎の雑魚兵はですね、区内回を連続でシャシャッとやって倒せるので、鉄ハウというのは実はダメージ過剰になりがちです。かといってなぎなた鬼だとかにはそんなに威力を与えるわけではないので、実は帯に短し、たすきに流しの状態になってしまいます。そこでこのビルドでは閃光玉、これをなぎなた鬼にとか、特に強力な敵に対して使ったり、あるいはカラスの動きを封じるとか、そういった時に使うことをイメージして、このビルドには閃光玉をつけています。よろめきダメージ増加と状態上の効果時間をつけています。よろめきダメージでも鬼の威力でもいいんですけど、よろめき系を1マスつけておくと、弓鬼兵は月キャン1振り、紫鬼兵は月キャン2振りでよろめくのでつけてます。便利です。この閃光玉、状態以上の効果時間1マスつけると、だいたいなぎなた鬼兵に閃光玉を1発撃った場合に、そのなぎなた鬼兵がよろめくまで、月キャンを連続で決めるとですけれど
ども、ずっと先行玉の効果が、持続します。で、よろめいたところ、さらによろめいたところで攻撃を加えることによって、闇ガラス5の記録のたまりも非常に良くなるので、先行玉をおすすめします。はい、攻撃手段と敵はあらかじめ何の攻撃で敵を倒すのかというのは、私はあらかじめ決めております。順を追って説明いたします。まずですね、最も一番弱いのは半袖兵、あとそれから弓兵ですね、薄着の弓兵さん。これはですね、区内回で、ほぼほぼ格殺できますので、これで倒すということですね。次に弱いのは、これ闇討ちで一撃で倒せる、猛虎の槍兵だとか、猛虎の巨体兵、このあたり、あと鉄ハウ兵ですね。あと鎧着た弓兵とか、犬とか、このあたりは、闇討ちで倒せる。犬ちょっと違いますけれども、これね、闇討ちだとか、2、3発目の区内から倒せるというのは最弱の次に弱い兵士ということです。で、真ん中ぐらいに強い敵っていうのはレパートリーいっぱいあるんですけど、これらの敵はですね、槍鬼兵とか弓鬼の紫、あと弓の鬼兵ですね、天狗とか巨体兵、これはね、近接攻撃だとか闇ガラス5とかで倒すようにしてます。で、さらに最後に強いやつ、なぎなた鬼の紫とか、あと縦槍鬼紫とか、巨体鬼の紫、紫系のやつですね。あと熊とか。これはですね、ただの近接だと危ないので、先行玉を打って近接で仕留めたりとか、あるいは闇ガラス5を集中的に、狙うとかいう形で、倒します。次に立ち回りの解説ですけれども、まずですね、弱い敵、先ほど言った弱い敵を倒すタームですね。これはね、弱い敵、最も弱い敵だとか、そういう殲滅すると。で、さらに、区内回を投げることによって、中くらいの敵とか、強い敵とかの HP を削ると。で、さらに記録も貯めて闇ガラス5につなげると。そういうタームがまず一つですね、第一段階。で、それは具体的には区内回をまず初手で打って、で、煙玉、あるいは霧隠れで隠れて、で、3、4体ぐらい敵を闇討ちして、で、クールダウン、区内の回のクールダウンが30秒ぐらいあっという間に溜まるので、2発目、3発目で打っていくという、そういうキーですね。で、次に、中くらいの強さの敵を殲滅する気に分けます。で、この時はね、霧隠れ回を打つ。で、闇討ちや近接につなげたり、あるいは闇ガラス5で殲滅していくっていう形になります。さらに最後は強敵ですね。強敵には先行玉とか闇ガラス5とかをやっていきます。あとね、手元に何もない状態っていうのがありますよね。この場合はようやく方針玉とか先行玉とかを打って記録を貯めて闇ガラスにつなげると。そういう立ち回りです。ただ例外で、これどの機も一応どの場面でも区内回にちゃんと戻っていきますので、正しくやっていればそうですね。なのでこのルーチンで回っていきます。ただ例外として天狗は一番最初に倒す。もうこれ鉄板ですよね。あと先行玉は基本なぎなた鬼に使うと。あとは区内回はもう溜めないで即発射する。私これ毒抜きなんて呼んでるんですけど区内回溜めすぎると体に良くないので、早くバーッと溜まったら即発射するという形です。で、元の区内回に戻るようにしてます。もう少しちょっと図解で説明します。まず弱い敵を、これ敵がバーッと来たとして、まずですね、一番の第1期目の弱敵の殲滅機です。この立ち回りはまず最初にもうとりあえず最初手の区内回を撃っちゃうわけですね。こんな感じで撃っちゃうわけですね。で、そうすると大体ね、ここの辺に弱い敵がいますので、5発バンって当たるんだけど、1発2発ぐらい格殺されます。で、そこで、スッと行って、で、煙玉を使って、ほんでこの辺を闇討ちするわけですね。そうすると、区内回のクールダウンが、もう大体もう3人、4人ぐらい倒せばですね、区内回のクールダウンが終わるので、倒して、で、さらに、いいところの位置取りをして、また区内回を打つわけです。2発目、3発目と打っていく。で、そうすると大体この辺りの一発では決まらなかったような敵がとどめ刺さりますので、これでまた区内回のクールダウンが早まったり、記録が溜まったりするということですね。で、闇ガラス5を使えるようになりますので、ここからが中敵の殲滅機ですけれども、闇ガラスで一気に仕留めていくと
で最後に、線香玉とか、この頃になるともう霊物がすごい周りに散らばってて、たまにはあんまり困らなくなりますので、線香玉とかを投げて敵の足を止めて、近接なり何なりで切り込んでいくと、そういうような立ち回りです。実際に中身を見てみます。実際のゲーム画面で見てみましょう。まず、弱敵殲滅機、まず区内回を打ちます。で、闇打ちコースですね。どんどん、赤丸のところを見てもらえば分かると思いますが、クールダウンがもう2発ぐらいで、クールダウンがなると。で、区内回また出発して、闇打ちでまた殲滅していく。そうこうしていくうちにね、闇ガラス溜まりますので、5を打っていきます。強い敵に集中的に、やっていきます。さらに、暗い回のクールダウンが溜まりました。初手に戻ります。で、次またクールダウン決まったので、どんどん打っていくと。これ流れ綺麗ですよね。で、闇打ちでクールダウンを補充していって、とってもシンプルです。溜まりましたね。パンと打っていくと。で、またさらに区内回のクールダウンが溜まったので、どんどん一替えをしつつ打っていきます。ボンと。で、また記録が溜まったので、闇ガラス5を打って、中くらいの敵をどんどん処罰していくということですね。はい。で、またこれ、切り隠れを使ってクールダウンをまた早めていきます。煙玉本当は使いたいんだけど、ないときはもう切り隠れでいきます。順番としてはもう切り隠れの方が後です。煙玉を率先して使っていきます。切り隠れはね、切り隠れ癒し回復手段もあるので、取っておきます。はい、そんな感じでいいかな。で、ラストの敵を倒せば終わりということですね。で、初盤はあれでいいんですけど、中盤からちょっと難しくなってきます。まずですね、闇打ちできない敵とか増えてくるんですけど、これはもう近接で代用します。で、さらに記録が溜まったら強い敵に闇ガラス号をぶつけていくと。これ青いの Q ウェブですけれども、ここの辺り Q ウェブぐらいからですね、なかなか歯応えが出てきます。で、区内回をもう毒抜きがてらボンと溜まったらやると。でもこれで何もない状態ですよね。なので先行玉丸4に入ります。先行玉で記録を貯めます。はい、よろめきダメージ1つつけてますので楽勝でよろめきますね。はい、で記録溜まったので、強い敵に向けて寄っていっていく。でそうこうしてるうちに切り隠れ溜まってますよね。で切り隠れ回を行きます。で区内回のクールダウン終わってますので闇打ちしてから区内回を打ちます。はい、こんな感じ。獣はね2発で区内回2発で仕留められますので楽ですね。でこれも闇打ち的なね近接で、クールダウンを高めていく。霊物で砲身玉いっぱい落ちてますので弾丸数も無制限にいけます。丸4に近い場合なので砲身玉で対応してます。弾丸は困りませんね。はい。では、ビルドをまとめます。まず、月の太刀は、月の型の達人と毒の剣、近接奥義をつけてます。腰袋はよろめきダメージ、それから状態上の効果時間、で、四角のタゲと先行玉、さらに四角の呉服は闇打ちの威力と暗具の威力、切り隠れ回に体力増加、さらに区内回は暗具の威力増加に討伐でクールダウン減少で大区内と陰陣、煙玉は闇打ちの威力に討伐でクールダウン減少、霊物に気合を入れてます。気合は両運でもいいと思います。で技は切り隠れ癒しと致命傷、それから芸達者闇ガラス5ということです。さてそれではゴーロービルドはね、私の本当にこれまでの資格のビルドの研究の集大成であります。マジで本当に最強で超強いです。でしかも使い勝手もいいので、どうか皆さん使ってみてください。てなわけで、本日はこの100期休止のソロ動画で、お別れしたいと思います。資格最強集大成ビルド名対馬の鉄人お楽しみください。
はい、そんなわけでございまして、対馬の鉄人ビルドいかがだったでしょうか。まさしくね、もう集大成ビルドです。本当に、対馬っていいですよね。それではまたお会いしましょう。さようなら。